んにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はですねお付き合いしました動画を撮っていきたいと思います。はい。で、もう使うこのまま。そのまま使うの？お付き合いしましたよ動画をもう撮らないっていう話をしてたけど、結婚するまで。ただ今回はこうマッチングアプリをずっと続けてって、でマッチングアプリでお付き合いをできたっていうことは今まで一応なかったっていう体で過ごし動画で喋ってもいいよっていう人もいなかったからね、最近の人は。障害がある人となんで付き合ってくれたのかっていうことを答えてくれるって言うから一緒に動画を撮っていきたいと思いまする。ペアーズをやってました。でもマッチした時はちょうどその車椅子を出さずにマッチできるか実験をやってる時にマッチしたから、だから俺が初め車椅子っていうのは知らなかったじゃん。あおってなってから。違う。え？LINE 交換する時に言われた。あ、そうだ。LINE 交換する時に結局おいの LINE 開けば車椅子って分かるからさ、アイコンが。LINE のページに自分の YouTube とかインスタとかも貼ってるから、どうせバレるなっていうのも思って車椅子なんだけどっておいがもう言おうって思ったんだよ。で車椅子なんですけど、それでも LINE 交換とかもいいですかみたいな、スクショしてあるから全部見れるんだけど、で言いました。どう思いましたか？どう思った？まあでもびっくりはすんの？びっくりもしなかったよ別に。へえみたいな。何にも思わなかったでも、まあ、ADHD っていう診断を下されてる僕ちゃんだけど、なんかそのADHD っていうこともあるからかなみたいなこと言ってたじゃん。あとそれもあるってこと？あると思う。あうってなる前に、でも動画は見なかったんだもんね。あ、1個見たんだ。100人動画。あ、そう。100人動画だけ見て、でもあれにおいは映ってないからわかんないじゃん。あってどうだった？何どうだった？一緒にこう動く時もさ、ペースが合わないじゃん。最初はでもまあ確かに違和感あったけど、あとダンサーをしてとかさ、なんか手伝ってっていうのとか別にみたいな。別にって感じ。ご飯屋さんだからその探そうってなった時、段差あるところは大変だからここ行けないとか。そこはお姫様抱っこできればいいんでしょ。今はね、その初めてご飯行こうって言った時に店屋を探してたじゃん。あ、ここ行けないな。難しかった。確かにそれ難しかった。だからそれは面倒くさいなって思わないの？そもそもお店を探すのが面倒くさいからさ別にそこに車椅子だから面倒くさい要素はない。お店を探すこと自体が面倒くさいから別に。でもそれプラスアルファだから段差はないんだ。でタクシーでご飯屋さん行こうってなりました。タクシー乗る時に、まあおいが先に乗って、車椅子分解してトランクお願いしますってやったじゃん。めんどくさくない？めんどくさくないってめんどくさくないの？まず車輪ついてるからかっこいいじゃんそう車輪ついてるもんに触ったらもう楽しいしかない。でもそれがこれからも続くんだっていう、続くでも付き合ってるわけじゃないからあれだけど、その時は一回ずつそういうことが起こるんだっていうことの面倒くささも感じないってこと？全く感じない。じゃあその排泄障害のこと聞いた時はどう思った？何も思わない。なんでやねんだって人のうんち見たことないわけではないけど、成人のうんち別に見たことないでしょ？ないね。成人のうんちを嗅いだこともないでしょ？ない。でも嫌じゃないわけ？嫌じゃない別に。汚いって思わないの？思わないなんで？片付けるって行為になってもってこと？片付けるっていう行為の方が気にならないかも逆に。私が漏らしました、いやいいよ何もしないでみたいな。脳が嫌。触んないでみいいよ。たいな。今まで車椅子の人と関
関わったことないんだよね。ない見たこともない。ない全くない。他に障害がある人とも関わったことない。あ、ちゃんとはないかも。小学校の頃その ADHD のとこで1回だけ学校見に行ったことあるけど、もうそれ以外ない。あ、その養護学校的なところ、そこまで行ったんだ。行ったけど、あ、ここは自分のとこじゃないってなった。言うてもまだそんなに時間は経ってないけど、一緒にいてどう？何も感じない？何も感じない。楽しい楽しい。だからそれこそあれだからさ、おっぱいに傷がありますとかさ、足にめちゃめちゃやけどあってすげえ気持ち悪い色してるのとかもう気になんない気の？になんない気になんない。あれしてこれしてっていうのももっとあると思った、逆に。お風呂入れてとか。そうそうそう、マジ？結構一人するじゃん、なんでも。そうだね。まあ一人で生きてきたからってあるけどさ、もっとあると思うんですよ。それでも別にいいやって感じ、してあげます精神、へえ。元彼とかも含めてそんなの自分でできるでしょっていう人もいてるわけですよ。だから、まあ、世の中的にはそういう人間もいるから。だって健常者ですらだるい時にしないじゃん、一緒じゃん。でもそれはたまにじゃん、健常者の人が。それが毎日起こりうる可能性があるわけだよ。たまにできない人もいるわけじゃん。部屋汚い人もいるじゃん、普通に。一緒じゃん。一緒じゃないの。どうなんだろうね。まあでもそういう不安があるから、だからでもなんかこの指輪してるとすごいまた勘違いされそうだけど、違いますよって言っておかないとこれもお父さんとお母さんの指輪ですって。話めっちゃ変わるけど、年末年始に出してる時には別に嘘ついてないからね、マッチアップ動画。あの時は付き合ってないし、その時はまだその付き合うっていう流れにもなってないから、本当ある意味急展開なんだけどで、だからそうやって車椅子だと不安だなみたいな人がいるけど、どう？男性的アドバイスどうだろうね。車椅子って目に見えるじゃん、でも ADHD って目に見えないじゃん、だから別にマイナスに感じない車椅子だ。別に ADHD 感も別にマイナスに感じないけどね。自分もそういうものを持ってるからっていうのもあるかもしれない。ADHD のさ、その診断って強い弱いみたいなあれはあんの？強い。あ、強いなの？小学校の時にその診断をされてるから、小2ぐらい。そっからはもう一回したことないんでしょ？中学校までずっとそういう試験とかやるんだ。やる。で変わらず？でグレてやめたってだけで。あ、その試験を？でも薬飲み続けてそれをやるってこと？そう。で薬も強くした。それに耐えられなくなってやめた。あ、そういうこと？なんか変わんの？なんか話ちょっと違う感じだけど気になる。変わんの？食欲が出ない。食べれない。ご飯食べれない。ちっちゃい学校だからさ、みんなでご飯食べる。上の学年の人たちも食べるから、絶対食べないと怒られるしで泣きながら食べるし、具合は悪くない。じゃあ別に飲んでない方の方が調子いいの？いや、そういうわけでもない。集中できないから。でも今は集中できるじゃん。好きなことというか、まあ、興味があることとかなら。でも学校って嫌いなこともあるじゃん、絶対。やっぱ学校生活がしんどいのか、そうなったら。ADHD の子は嫌いな授業も絶対ある。ある意味大人の方が、自分の好きなことを選択できることも多くなるから、何の仕事に就くかにもよるだろうけど、でも自分が好きな興味が持ってることだけを選んでやれることが多くなる分楽なの。そうなんだ。そんな ADHD 話がでも ADHD の話はしたいよね。また改めておいはすごい気になる。おいも多分まだ知らないことがいっぱいあるから、ある意味何がって感じなの。何が ADHD ということになるんだろうみたいな。いっぱいあるじゃん、種類が。全部ある。多動症とか。でも直せてるじゃん、自分で。それは幼い頃に気づいてるから直せてるだけ。あ、そういうこと？そう。気づかないと直せないってこと？そうだと思う。じゃあ気づくことが大事なんだ、ある意味。
掃除とかも汚いっていう考えがないからさ、ADHD の人はなんかこれが散らかってるっていうのがないから、小学校の頃から汚い、これは散らかってるんだっていうのを母親から教えてもらってたんですけど。へえ、大事じゃん。じゃあ自称ね、そう自称の人もいっぱいいるからさ、まあ見てる人もいっぱいいるのよ、 ADHD の人で。お話ししたいなって思う。はい、続いていれば関係性が続いていればね、そんなお話も聞けるのではなく、続いてればねそうあるのではなかろうかということで、これは1本終わります。17分もしゃべった。余裕だね。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。